こんにちは、東京ガールです。皆さんお元気ですか？オランダ生活も2年目となり、1年目とはまた違ったトラブル、課題があります。今日はどんなことをシェアしようかなと考えていたのですが、ちょうど YouTube の最初のビデオを上げてから1年が経ったので、この1年間で来た質問にお答えしていこうかと思います。その前に私の YouTube を見てくださっている方、本当にありがとうございます。YouTube を始めようと思ったきっかけは、海外生活の記録を残そうという気持ちからでした。なので割と自分の記録として作っていたのですが、皆さんの温かい応援のコメントなどで、海外生活自体がここまで支えられると思っていませんでした。本当に嬉しいです。それでは早速、YouTube のコメント欄や Twitter、インスタの DM からいただいた質問にお答えしていこうと思います。日本の食材は手に入りますか？日本の食材は、手に入ります。私がよく行くお店は、アムステルダムですとシーラ、アタリア、この辺りに日本食材を買いに行きます。値段は日本の倍ぐらいですかね。でもいろいろ手に入るので大変助かっています。続いて、何ビザでいるんですか？個人事業主ビザです。オランダにある日本国籍なら特別待遇のビザと言えるようなもので、条件をクリアして申請をすると、降りるビザで、私はまず2年間降りています。本当にね、日本国籍であることがこんなにありがたいなと思ったことは今までないぐらいですかね。結構過去一番の日本国籍感謝の、ことですね。私の友達がですね、同じくオランダに移住を考えているんですけれども、シンガポールの国籍の友達で、オランダに移住するのにすごい、時間がかかって、移民弁護士に頼んでいろいろ書類を集めたり、個人事業主のビザを取ろうとしてるんですが、すごい大変そうです。もう日本人の書類の簡単さとは比べ物にならないぐらいだそうです。続いて、移住は不安ではなかったですか？正直なところ不安でしたが、来てからの方が、来る前と来てからだと、来てからの方が不安を感じていたかもしれないです。というのも、来てから家を探さなきゃいけなかったので、家が見つかるまでは Airbnb に泊まっていました。値段がね結構高かったので、家が見つからなかったらどうしようかなと不安でした。はい。次、毎月の生活費はどれくらい必要ですか？オランダと日本の物価はそこまで変わらないかなという感じですかね。ただ一番大きく、日本の東京って感じですけれども、ただ家賃は、結構安いところがないという感じでしょうかね。日本だと古かったら安くなるんですけど、オランダってビルが古くても安くならないので、家賃の目安としては、シェアであればそうですね、600から1000ユーロぐらいで、丸々自分でワンルームのところとかを借りると、一人暮らし用のアパートを借りると1000は
行っちゃうんじゃないでしょうかね。1000前後で、2人暮らしご家族だとだいたい2部屋寝室があるところだと1500以上になるんじゃないでしょうか。だいたいの目安です。私が見学に行ったところはだいたいそんな感じですかね。アムステルダム、デンハーグ、ロッテルダムで見ましたが、家賃はそこまで大きく変わんなかったです。100、200ユーロの差はありましたが、家賃がそのぐらいかかって、食費はどうでしょう、人によると思いますが、300ユーロ、500ユーロ1ヶ月でかかっちゃうと思います。で、その他もなんだかんだ500ユーロとかを目安としたら、2000ユーロ以上あれば暮らしていけるという印象ですかね。オランダでどのように生計立てていますか？こちらは結構ね、質問が多かったです。私は、翻訳コンサルで生計を立てています。業種はね、本当に日本人の方でもいろいろいらっしゃると思います。私の場合は前職が秘書、パーソナルアシスタントというものなので、前職を生かす仕事としてはバーチャルアシスタントとかもいいかなと思っています。フリーランスなので単発の仕事を探したりというのもしてるんですけど、私が利用しているサイトは、日本のサイトだとクラウドサービスで、海外のサイトだとファイバーというところで仕事を探したりしています。ファイバーはですね、私の結構おすすめのサイトの一つなんですけれども、いろんな国の方々が、働き手としても登録されているので、単価がですねバラバラで面白いですね。自分のプロジェクトが時間がなくてやれない作業とかを、できる人を探したりもできるのでおすすめのサイトです。あとはね、ブラウジングしてるだけでもこんな仕事があるんだと勉強になります。私のオランダ人の知り合いの方でも一人、アシスタント、秘書ですね、秘書を、されてる方がいます。その方の、なんて言うんでしょう、その方は、イビザにレストランを経営する方のアシスタントをしていて、スケジューリングの管理とか航空券の手配、車の乗り捨てを取りに行ったりっていうお仕事をされています。結構ね、なのでイビザの出張が多くて楽しいんだか大変なんだかよく分かりませんが、なんか夢のあるお仕事ですよね。はい、続いて、オランダ語は必要ですか？オランダに住むにあたって、オランダ語は必要ですか？英語も話せません。そうですね、どっちも話せることに越したことはないと思うんですけど、英語は必須。日本企業以外で働くなら英語は必須になってくるのではないかなと思います。レベルとしては業種によると思うんですけれども、コミュニケーションがきちんと取れないと日本企業以外ではやっぱりね難しいと思います。私はまだですね、オランダ語を勉強しようと思ってたら1年があっという間に過ぎてしまって、もうちょっと残念な気分になってます。頑張ります。英語もですね、勉強し始めたら一生ね勉強し続けないといけないものですよね。私も日々勉強ですね。次、オランダの
生活面でいいところや悪いところなど教えてください。オランダに関しての知識がもともとそんなになかったので、期待とかはなく来たんですね。なので結構いいじゃんっていう驚きの方が多い気がします。一番でも気に入っているところは安全なところですかね。やっぱ治安がいいと思います。ヨーロッパの中でも治安がすごいいい方だと思います。街を歩いててスリに遭うとかもそんなに聞いたことないですし、盗まれるとしたら自転車が盗まれるぐらいですかね。はい。あとやっぱり一人で、私なんかがね一人で夜、昼も夜も歩いても、問題ないですね。先月途上国に行ってたんですけど、やっぱね移動はほとんど車で、外を一人で歩かない方がいいエリアもあったりしたので、やっぱオランダは安全だなと思って、すごいなと思ってます。あとはやっぱり水道水も飲めるし、電気は停電しないし、悪いことは天気が悪いことぐらいですかね。冬のね、はい、冬は暗いけど、私のそうですね対策法は、家中の電気を昼間からつけてます。なるべく明るい環境で家の中で過ごしています。外が暗いので電気をつけるかつけないか微妙なところなんですけれども、私の中ではビタミン D のサプリを取るより即効性があって気に入ってます。はい、次、オランダでどのようにお友達を作っていますか？日本人のコミュニティ等も参加されていますか？ですね、そうですね、やっぱねフリーランスだと企業会社とか学校にも行ってないので、なかなか同僚とかクラスメートと出会う機会はないので、新しい人に会うっていうのがなかなかないですよね。なので私は趣味とかで知り合ったりとか、あとはですね、オランダは近所付き合いが割とあるかなって感じています。というのも、私の家の場合だと4階建てになっていて、1階の玄関がみんなでシェアするんですね。みんなで同じ玄関を使っていて、で各フロアにもちろん鍵がかかる、玄関があるんですけれども、上の人とか下の人が帰ってくると帰ってきたなって感じるというか分かるぐらい近いです。なのでちょっと長期で家を空けたりする時とかは植物の水をあげるのを頼んだりとか、ちょっとあったら留守中にお願いすることがあります。なので結構ね友達というより近所の人が近いですね。はい、なので私も何か困った時は近所の人に相談したりしています。あとそうですね、私がやろうと思ってやっていないのは、Facebook とかのグループでアムステルダムエクスパットとかそういうのがね、ミートアップもあんのかな、結構そういうのがあるので、アムステルダムに引っ越してきた他の外国人のグループがあったりするので、そこだと割と同じ境遇なので友達ができやすいんじゃないかなと思っていました。まだ行動はしてないんですが、はい、あとはですね、日本人のコミュニティもあります。見つけたのは Facebook のコミュニティがあったので、そこに入ったり、あとはオランダに住んでる方
の Twitter をフォローしたりですかね。はい、あとはですね、幸いなことにもう本当嬉しいんですけども、この YouTube に、コメントをいただいたりですとか、私の Instagram、Twitter に DM をくださって、そこから仲良く、なった方も多いです。多くないです。いらっしゃいます。はい、なので海外というか、新しいところに行くときにYouTube とかやるとすごいいいなってこの1年本当に実感していますですね。人間関係っていうのが最初ね気づいていくのね大変ですよね、新しいところでやっぱいい人間関係が築けるとやっぱり毎日も楽しくなると思うので、重要な大切な割合を占めてると思います。はい、あとはですね、いつも何してるんですか？すごい正直なところですと、あんまり何もしてないですね。やっぱ仕事して、夏はね結構いろいろ公園とかに行って、スケボーとかやってたんですけど、スケートとかやってたんですけど、冬はどうするんでしょうね。去年もそうだったんですけど、何にもしてないかもしれないですね。家にいます。 YouTube のビデオ作れたらもっと作りたいですはい、次、マリファナ吸いますか？これはね、オランダあるあるですね。オランダあるある質問。オランダならではですかね。吸わないです。はい、健康マニアなので、マリファナも健康にいいかわかんないけど、マリファナの葉っぱがそうですね、漬物とかになったら食べるかもしれないですけど、食べないのかな。はい、発酵食品が好きです。全然質問の答えになってませんが、という感じでしょうか。本当に、1年ね、私の中では、もうちょっと週に1回ぐらいビデオアップしてって最初の目標はあったんですが、そう全然アップできなかったです。でも本当にね、素敵な出会いもあったので、ありがたく今後も続けて、自分のペースで続けていけたらなと思っています。それではまた次の動画で。バイバイ。ドゥイー